種崎敦美が演じてるのかと思って見てほしくないというか、声の演じ分けみたいなのでキャラクターを捉えたことがないっていうか、意識したことがないというか、うんとかはいとかの方が難しいなと思います。やりたいことがあるなら気が済むまでやるべきだと思います。ナレーションで大事なのは何ですかというアンケートを取って、はい、私種崎さんの事務所にお送りします。やった。マジで送ります。やった。はい。存在するんだって今思ってます。もうそんな大好きな声優の方にお越しいただきました。それでは早速お呼びしたいと思います。お願いいたします。種崎敦美さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いやー嬉しい。すみません、お忙しい中ありがとうございます。ありがとうございます。こちらのコーナータイトルコールがありますので、もしよろしければご一緒してもよろしいですか。お願いします。ありがとうございます。嬉しい。それでは参ります。伊藤亮の声優一刀両断。やばい。ありがとうございます。宝物が増えました。ありがとうございます。ありがとうございます。日本テレビアナウンサーの伊藤亮です。よろしくお願いします。種崎敦美です。よろしくお願いいたします。めちゃくちゃ知ってます。いやもう嬉しいです本当に。数々のね作品に出演されている種崎さんですけれども、今日はフリーレンも含めていろいろとお伺いできればなというふうに思っております。よろしくお願いします。ちっちゃい頃にセーラームーンを見てもう具体的にセーラー戦士指数悲壮なる最終戦っていう話数を見て、物語の中に入りたい私も私は声優になるなってその時になりたいなというかなるみたいな。実際なられてみて声優という職業はいかがですか。本当にやりたいことでやっていきたいことだからこそ苦しいです苦しいことが多いです。それは本当に好きがゆえに。そうです。いろんなキャラクターをね演じられてるなっていう印象なんですよ。もう少年から少女、あと私ビビという作品も大好きなんですけど、ありがとうございます。もう、ね、ロボットやられたりとか、どうやってなんでしょう、声の切り替えじゃないですけどあんな演じ分けができるのかなってなんか思ってくださってる方多いですし、聞かれることも多いんですけど、声の演じ分けみたいなのでキャラクターを捉えたことがないっていうか、意識したことがないというか、私がこのキャラクターを演じるんだったらみたいな、なんか音とか声とかじゃないというか、なのでその質問いつも難しいなって思いながら。明らかに幅がすごすぎて、種崎さんが演じてるって聞いただけじゃわからない時とかってたくさんあるんですよ。なんかそれは本当にすごいなっていうふうに感じてしまうんですけど、そのあたりはご自身としてはどのように捉えてますか。多分種崎さんが演じてるって分かんないで聞いてる人たちってたくさんいると思うんですよね。そういうもう一生わからないままでいてほしいです。もう作品を見てほしいし、キャラクターとして見てほしいので、種崎敦美が演じてるのかと思って見てほしくないというか、なるほど、もう本当クレジット出さなくてもいいぐらいというか、戦闘シーンは具体的にっていうか、体が動いているから逆にやりやすいっていうか、答えは一つしかないというか、一つでもないかもしれないですけど、場面によっては。でも切ってる声、何か魔法を出している声みたいなのよりも、そうだねみたいな会話、普通の会話の中での受け答え、うんとかはいとかの方が難しいなと思います。早々のフリーレンという作品の中で主人公のフリーレンを演じられると聞いたときはどのようなお気持ちでしたか。大人気作でたくさんの方に読まれている、愛されている作品という
のの主役ってやっぱり嬉しいのとこう責任感といいますかプレッシャーと両方ありまして、私はこの責任感の方がグって頑張らなきゃなってそっちの方が上に来ました。あ、そうですか。はい、フリーレンの役作りってどういうふうにされました？役作り1000年生きてるキャラクターなので、割と年代が飛ぶんですけど、どの年代でも割とフリーレンぶれないというか、変わらないものがあるので、そこを大事に、でもあとは出会っていく人たちとちゃんと対話していくみたいなのを大事にしているというか、素晴らしすぎて絵も音楽も音も素晴らしすぎて、原作を読んだ時に感じたものがちゃんとアニメでも感じられるようになっているなと、忠実だしでも原作から膨らませているところもあって、いやものすごいアニメが出来上がっているなと思います。アフレコの現場はどういう雰囲気だったんですか？種崎さん、こうフリーレンを中心に回想シーンがあったり、今現在進行形でね進んでいく場面があったりと、いろんなキャラクター、いろんな声優さんと絡まれている印象がありましたけど、いかがでしたか？アフレコ現場としてはすごい静かな穏やかな空気感なんですけど、ヒンメルたちと、勇者たちと冒険している時と現在とでキャストさんも入れ替えてやったりしていて、フリーレン、ヒンメル、アイゼン、ハイターは一緒に、それ以外はみんな一緒にみたいな、なんか撮り方をしてくれているので、こう作品と同じ感じでやっていけるというか、伝わりますか？はい。だからもうずっと種崎さんはいろんなパーティーでアフレコされてるってわけですね。そうですそうです。どうですか、もう絆じゃないですけれども、ね、長い話になりますけれども、いかがですか、その昔の旧パーティーと現パーティーと、やはりこう雰囲気違います？違います。なんか実際そうっていうわけでもないんですけど、なんか考えてみたらそうかもしれないって思ったんですけど、たった10年の冒険を一緒にしていた旧パーティーのみんなと、皆さんと撮っている時はなんか同じ場所に立っているっていうか、でもそうじゃないフェルンとかといる時はちょっと後ろから見守っている感もあるというか、同じマイクの前に並んで立っているのは一緒なんですけど、なんか気持ち的にこう並んでるのとちょっと後ろから見守る感じとなんかあるなみたいな。同じアフレコ現場でもやはりこうキャストの皆さんとのその演じるという意味でのキャラクターでのこう立ち位置によってもそうやって変わってくるんですね、意識が。そのやってる時には意識はそれは知ってないんですけど、考えてみたらなんかそうやってるかもなみたいな。フリーレンを演じる上でここ難しいなとかっていう部分ってあったりするんですか？フリーレンはずっと難しいです。あ、ずっと難しいんですか？ずっと難しいです。なんて難しいキャラクターだろう、演じるにあたりと思いますが、例えばセリフで言うとそうだねって言葉が割とたくさん出てくるんですけど、その時々によって同じそうだねでも全然違うそうだねの意味があるというか、ちょっとでもこう違う終わり方になるとこう意味が変わってきてしまいそうで、ちゃんと伝えたいなって思うんですけど、針の穴に糸を通すじゃないですけども、難しいです。ナレーションのコツって何ですか？いや、すいません、私も全然そんなおこがましすぎて、こんな今変な汗かいてきたんですけど種崎敦美に私今教えを請われてるんですか、私。はい。いや、ナレーション難しい。ちょっとカメラが止まってから。コツあるってことですか？いやコツあるってことになっちゃうんでちょっとあれですけどコツというか、いやちょっとわかんないですね。それはちょっとなんか変な汗かいてきたんですけど暑いな。知りたい。はい。一番大事なことは何ですか？ちょっとそうですね、アナウンス部でナレーションで大事なのは何ですかというアンケートを取って、私種崎さんの事務所にお送りします。やった。マジで送ります。やった。はい。どう思いますかというのをもう本当やります。もうカメラの前で言います。やります。
アドバイスもください。はい、お送り先だけ教えていただければというふうに思いますので、事務所の皆さんよろしくお願いいたします。あ、そうですか。すごく変な汗をかきました。私も本当ちっちゃい頃に声優になりたいって思って間会社員だったりしたこともあったので、なりたいって思ってからなれるまでにすごい時間かかったんですけど、でなってからもすごい大変なんですけど、でもなりたいって思って突き進んでいったら今こうなれているから、本当にやりたいことだったらいろんなものに惑わされずに信念大事に突き進んでいったら良いのではないかと、その結果夢が絶対に叶うかどうかは分かりません、分かりませんが、やりたいことがあるなら気が済むまでやるべきだと思います。本当そうですね。なんかもう今の種崎さんからその言葉を聞くのが一番こうなんでしょう、説得力があるというか。いやでもいろいろ貴重なお話を伺いました。本当にありがとうございました。インタビュー以上になります。はい。